こんばんは、鹿の間です。今週も1週間せーの、お疲れ様でした。なんかさ、あと半月で1年終わっちゃうなんてうるっとしちゃう。さあ12月も中旬に突入したということで、今夜は毎年恒例のベストコスメ大発表会やっていこうと思います。毎月ね、数十個ほどコスメには出会い、そんな中でもズバ抜けて良かった優秀な一品を今宵は集めてまいりました。日々さ、試行錯誤しながら私のね、可愛いをたくさん支えてくれたかけがえのないコスメたちです。ぜひね、皆さんも何が登場するか予測しながら見ていただけると嬉しいです。それでは早速始めていきましょう。本日もゆっくり鹿の間でお過ごしください。それではやっていこうと思うんですけど、実際に今回顔面に塗布していきながら紹介したいので、すっぴんでスタートします。今回はプチプラ、ミドル、デパコス全て混ぜこぜで一番いいものを絞り出してますので、ぜひ何が登場するか予測しながら楽しんで見ていただけると嬉しいです。それではいつもメイクやっている順番で発表していきたいと思います。まずは2024年ベストコスメ下地部門はこちらです。ETVOSのミネラルインナートリートメントベースポーセリンベージュでございます。正直ですね、乾燥さんとすごいいい勝負で悩んだんですけど、出会ってから迷わずこれしか使わなくなってしまって、何がこんなに私の心を動かしたかというと、大人気の美容液下地とも呼ばれているアイテムなんですが、使ってたんですけど、今年のね、9月ですかね、新しく新色のこのポーセリンベージュというものが登場しまして、なんとこちらですね、ラベンダーとベージュのいいとこ取りみたいなグレージュカラーなんですよ。このスキンケア感覚の滑らかさが大好きなんですけど、私のすっぴん時の一番の悩みって赤みなんですね。このポーセリンベージュ、赤みをですね、自然にカバーしてくれるカラーなんです。さらにノーファンデでもめちゃくちゃ肌が綺麗に見えて、今年のね、下半期は肌が荒れやすくって、あんまりね、重たいベースはしたくなかったので、ノーファンデ下地をね、探してたんですが、出会ってしまいました。人型セラミドとか保湿成分もね、配合されており、本当にスキンケアのような下地なんですが、しっかりとね、毛穴を隠してくれてカバー力もあるような下地なんですね。やはりこの仕上がりの美しさも持ちの良さも、絶対にファンデーションしないと出ていけなかった私が、下地とね、コンシーラーだけファンデなしで余裕でね、お出かけできるぐらい感動した下地でございます。最初のね、伸びはすごくいいんですけど、ある程度塗ったらね、ちょっとスライドさせると少し摩擦になるので、私はこんな感じで最後の方はね、叩き込むように塗っています。ファンデいらずじゃないですか。こっち塗ってない方、塗ってる方なんですけど、比較していかがでしょうか。今までのね、赤み補正の下地っていうのは結構がっつり青みが強かったり、白浮きしてしまうものがあったりと、なかなかしっくりくるものがなかったんですが、ここまでね、私の悩みを潰してくれた下地は初めてです。グレージュといえどね、色味も青すぎないので、ブルベさん、イエベさん、パーソナルカラー関係なく使えるアイテムですし、何よりね、しっとりと保湿力が高いだけでなく、肌がね、ふわっとして見えるんですよ。で、鼻部分のね、毛穴だったり、結構ね、凹凸もしっかりと埋めてくれる少し粉っぽさもあるんですよ。めっちゃ綺麗じゃない？で、ただ肌が美しくなるだけじゃなく、ノンケミカル処方でさらにお湯と石鹸でオフすることができるんですよ。なのでノーファンデで過ごした日はお風呂でね、洗顔するだけでスルッと取れるんですね。時短じゃないですか。前からね、ETVOSの下地の出番は肌を休めたい時とか肌荒れしてる時にね、使うことが多かったんですけど、このポーセリンベージュは本当にね、私みたいに赤みが出やすい肌さんが使うと、こんなに肌の色ムラが均一になるんだって感動すると思います。こんなにね、肌のノイズがかき消されて、下地だけなのにこんな肌が綺麗に見えるんだってきっと感動すると思うので、もし同じ悩みがある方だったり、同じ肌質の方、ぜひとも今季乾燥シーズンにおすすめのベースでもありますので、試してみてください。さあ、続いてなんですが、2024年ベストコスメファンデーション部門はこちらです。SPICAREの V3 シャイニングファンデーションでございます。ちょっとね、これ使い始めてからというもの、他のファンデーション使えないってぐらいハマっちゃいました。パッケージがね、ミラー型になっているんですけど、V3 のファンデーションもね、いくつか種類があるんですけど、この子は美白に特化したファンデーションで、クッションタイプではなく、ここをね、押すと下から液体のファンデーションが出てくるという仕組みになっています。色がね、分かりづらいかもしれないんですけど、これカラーが一色しかないので、その人のね、肌の色に合わせて色が変わるので、こんな感じですごく自然なベージュカラーをしています。結構ね、ツヤっとした仕上がりになるんですが、もうね、肌がめちゃくちゃ綺麗に見えるんですよ。あとね、ここまで崩れないファンデーションは久しぶりかもしれない。本当に塗り直ししてなくてもずっ
とこの綺麗な肌でいてくれるし、私結構ねお酒飲んだら顔が赤くなって体温も上がってメイクがよれるんですよ。なんですけどこれよれなかったんですね。で結構ねテクスチャーはしっとりとしていて保湿力すごく高いアイテムではあるんですけど、よれにくいんです。本当に魔法みたいなアイテムで、さらにね私結構美白好きなのでファンデーションとかねすごい白浮きしてしまうんですけど、このファンデーションはその人の肌によって色を合わせてくれるので自分に合った色に変化してくれるんですね。なので白浮きしにくいんですよ。なので肌をねちょっと白く見せたいなって方には物足りないかもしれないんですが、めちゃくちゃね素肌感があって綺麗に見えるのに崩れにくい、さらにカバー力も高い。さあこちらのハンガーに塗ってみました。ちょっとね下地のカバー力が素晴らしすぎてあんまカバー力がねわからないかもしれないんですけど、結構くすみだったりニキビ跡とかもねしっかりとカバーしてくれるアイテムなのでツヤツヤじゃない。肌をねとにかくナチュラルに綺麗に見せたい方だったり、結構ね乾燥しやすい肌の方と相性がいいかなと思います。下地がね今回ツヤなので光がね入っているんですが、下地をねマットにするとちゃんとねこのファンデーションもマット寄りに仕上がるので、下地次第でね好みの仕上がりに操れるのですごくいいですよ。素肌感あるのにしっかりカバーされててファンデーション塗ってるのかなっていう感覚になるぐらいすごく馴染みやすいです。結構ねどんなに近づいてもねすごくツヤツヤしてて綺麗な仕上がりなので、これもね同じ肌質の方試してみてほしいなと思います。 V3 のねファンデーションは多分ネット販売していなくってサロンとかでしかね購入できないアイテムなんですが、わざわざ買いに行く価値があるファンデーションかなと思います。このファンデーションに出会ってからね、乾燥による崩れだったり私のねベースの悩みっていうのを解決してくれたので、ぜひこれも同じ悩みがある方はぜひぜひ、ちょっと高いけど投資する価値はあります。ありがとうございます。さあ続いてなんですが、2024年ベストコスメコンシーラー部門です。こちら23 years old のダーマシンコンシーラー1番グローベージュでございます。これですね、私が使ってるディオールのコンシーラーとすごく質感そっくりで、結構ね密着力がすごく高くってカバー力もねかなり高くって、ちょっとこのコンシーラーはね出会ってか見て、ほくろが消えた。出会ってからというもの手放せなくなりました。ほくろ消えました。これに関しましてはただカバー力があるだけじゃなく、私めちゃくちゃ乾燥肌じゃないですか。すごい乾燥してても肌がねパキパキしてこないんですよね。見てください、タトゥーの上からつけてみたんですけど結構ねカバーされてる方ですよ。しっかりと下が黒いので半分消してみようかな。結構ね吸い付くような密着感があるので、ほらカバー力すごいあるんですけど、本当に消したらねそのまんまという感じで、ちょっと正直言うとですねディオールよりもカバー力があるかなと私は思います。多分ねカバー力があるというか密着度が高いからか、そのカバー力が強いままその場に定着してくれるので、ディオールの方がねちょっと柔らかいかなという印象があります。はい、今こちらクマに塗ってみました。いかがでしょうか。乾燥肌なのでね下地ファンデーション塗った上からコンシーラー塗るともうぼかす時点でね粉吹いちゃうことが多いんですけど、これ粉吹いてないし、しかもツヤツヤじゃない。ただただカバー力と持ちがいいだけじゃなくね、そもそもコンシーラー使う時ってどういう時に使いますか？私はねクマに使うことが多いんですけど、急にニキビができてしまって目立つから隠したいって言ってコンシーラー使うとさ、なんかもっと肌荒れそうって罪悪感ありません？そんな時ですね、この子の出番です。鎮静効果にね優れた毒ダミエキスっていうのも配合されているので、敏感にねなってる肌状態でも安心して使うことができるんですね。伸びもねすごくいいので少量でも十分ですし、これファンデーション代わりにも使えるので、このさっき紹介したETVOSの下地使って気になるところはねこのコンシーラー塗ったりと、普通にねデートとかお出かけ本番のメイクの時でもなんかファンデなしでもねいけるぐらい優秀なアイテムたちに出会ってしまいました。最近ベースはこのセットかこのセットで使うことが多いです。結構ねカラーもたくさんあって、1がねちょっと個人的に黄身寄りかなという印象があります。ぜひ気になった方は試してみてください。続いてがベース部門最後です。2024年ベストコスメパウダー部門はこちらコスメデコルテのルースパウダー01番でございます。パウダー苦手な私の人生を変えたパウダーと、乾燥肌でどんなパウダー使ってもね粉吹いてしまって、結構ね YouTube 初期はパウダーねあんまり使わないで有名だったんですけど、もうこれをね超えるものは正直出てこないんじゃないかなって思ってるぐらい良かったです。
ちょっとね汚くて申し訳ないですけど、私が最も使っているのがこちらの1番のクリスタルトランスルーシェント。1月2月ぐらいから使ってるんですけど全然なくならない。お粉を出すとこんな感じで、やっぱりパウダーを使うとねマットになるイメージがあったんですが、このパウダーはねツヤになるんですよ。肌がツヤ感を出すんですが、ちゃんとねパウダー効果もあるので本当に不思議なんですよね。乾燥肌さんだったりツヤ好きにはねたまらない一品です。もう何も塗ってない方よりもちょっと透明感、ツヤが増したような感じがしますよね。やっぱり私ツヤ肌が好きなんですけど、こうやって触った時にベタつくのが嫌なので、最近はねパウダーないと嫌なんですけど、これ見た目ではねツヤっと生っぽい肌になるんですけど、触るとふわっとしてて、さらによりベースが崩れにくくなるので、本当にこれがないと私はやっていけないってぐらい、出会ってからというもの欠かせない存在で、浮気せず上半期から下半期を迎え年を越そうとしております。今こちらにねしっかりめに塗ったんですが、ちゃんとねツヤを残してくれて肌に透明感を与えてくれてませんか？もうほぼほぼねクリアに近いカラーなので、ファンデーションだったり下地の色味だったりツヤ感を消さずによれ防止のためにパウダーしたいなって方にすごくおすすめです。私のね皮膚が薄いので、結構ね粉っぽいものを持ってくるとすごい厚塗り感が出てしまうので、薄肌さんとも相性がすごくいいですし、パウダーを使って乾燥しないんだって感情になったの初めてです。今年のね1月にリニューアルされてカラーバリもすごく豊富なので、乾燥肌さんは特になんですけど、私の視聴者様もコメントに書いてくださっていましたが、デコルテのねルースパウダーは1年とかじゃなくならないって結構言ってる方も多かったし、私も1月2月ぐらいからね毎日パウダーとして使ってるんですけど、もう全然なくならないって考えるとね、やっぱりコスパもね悪くないなとも思えてきますし、ちょっと一生涯ね使っていたいパウダーでもあります。乾燥シーズンですし、パウダーね衣替えしたいなって方、こちらおすすめです。さあ続いてなんですが、ベースメイクが終わりましてポイントメイクに移りたいと思います。2024年ベストコスメアイブロウ部門はこちらです。パリブロウスリムブロウペンシルの1番ブラウンでございます。使いすぎてるのでね当たった方多いんじゃないかなとも思うんですけど、私が生きてきた中で一番描きやすいです。描きやすいし失敗絶対しない。脱色してるのもあるんですけど、私眉毛薄いのでちょっとでも描きすぎたりするとね違和感出てめちゃくちゃ失敗しやすいんですよ。もうこれに出会ってからというものね、眉毛失敗しなくなりました。眉毛普段からね問題なく描けますよって方はねもう全然何でも大丈夫なんですけど、眉毛がねうまく描けないなって方、ちょっとね眉毛垢抜けたいなって方は少し金額を出してこのパリブロウ、金額出してといってもね2000円いかないので、私からすると割とコスパよくは感じますが、何がいいかっていうとご覧ください。こちらの芯も細すぎてね見えないぐらいあるんですけど、これ 0.9mm の極細芯なんですね。なんかね聞いたことあるなって思う方正解です。セザンヌの超細芯アイブロウと同じ細さなんですよ。だったらセザンヌでいいじゃないかと思った方、セザンヌはねこのスクリューブラシがついていないので、別のねブラシ持ってきて整えないといけないっていうのがちょっと私的に面倒だったのと、もう本当にペンシルの質がね全然違う。超細芯系って肌の状態で描きにくい時があったり、色がね濃くつきすぎちゃってめちゃくちゃ線っぽく見えてしまったりする時があるんですけど、これどんな肌状態の時でも油分多かったり粉っぽかったりしてもちゃんと乗る。そしてふわっと乗る。細いのにちょっと眉毛をねここに描いてみたいなと思うんですけど、こんな感じで、これナチュラルなねブラウンカラーなんですけど、発色もすごくナチュラルで一本一本細く描けるんですけど、ちゃんとふんわりとしたリアルな眉毛に近い質感なんですね。ペンシルが細いのにもかかわらず滑らかに描けちゃうんですよ。ブレずにね綺麗な線が描けるので断言します。絶対に失敗しない。私の眉毛がですねご覧の通りここの下部分とか剥げてまして、毛がね生えてないところがあるんですよ。これアイブロウペンシルによっては描いても色がつかなかったり色ムラにね感じることもあるんですが、これね剥げてるところもしっかりと色が乗るので、いきますよ。ここまで思い通りに描けるアイブロウはなかなかない気がしますね。今下のライン描いたんですけど綺麗じゃないですか。結構こういうねブワーっと直線描きするとめちゃくちゃ濃くなったりするんですけど、線っぽ
ぽさがないんですよね。このブランド自体がアイブロウツールのブランドなので、眉毛に特化したブランドで描きやすさにこだわられているので、もともとね眉毛が薄い私でも濃くなりすぎず、元から生えてましたけどみたいな眉毛が作れるんです。眉毛がねない部分も自然にね増やして見せることもできるので、結構ね眉毛がね失敗しないだけでも垢抜けても見えるし、眉毛ってやっぱり一番ね顔の印象が読み取れる箇所でもあるので、こうやってね怒ったりすると眉毛のね雰囲気で怒ってるなって読み取れるし、なので眉毛がねちょっとでも形が違ってると一日中ねその顔になってしまうので、結構ね私の中では眉毛メイクって意識してる部位でもあるんですよ。なのでデフォルトで、ナチュラルな眉毛が作れるアイブロウっていうのは本当になくてはならない存在なので、もうこのねアイブロウを使い始めてから結構眉毛褒められることも増えて、ちょっとねアイブロウに1000円以上かけるのは少し高いかなとも最初思ったんですが、こんなにね質がいいのに2000円いかないのはねすごくコスパよく感じます。ちなみに通ってる眉サロンでね最初購入したんですけど、もう1本使い切りまして、 Amazon にもね売っていたので2本目は Amazon で購入しました。セザンヌのねアイブロウももちろんいいんですけど、やっぱり100発100中うまくいくというわけではないので、ペンシル的にセザンヌの方がちょっと硬めで線っぽさがね出てしまうので、ナチュラルにね眉毛仕上げたい方は少し金額上がりますが、パリブロウめちゃくちゃおすすめです。芯も細いのでね涙袋の影とかもかけちゃいます。続いてが2024年ベストコスメアイシャドウ部門です。こちら一番使ったお気に入りのアイシャドウでいきます。こちらデイジークのシャドウパレットの27番ローズミルクティーでございます。結構使った頻度で言うと上半期はねこっちのデイジークのロマンティックブロッサムをすごい使ったんですけど、髪色を変えてからというものもこれをすごい使い出して悩んだんですけど、やっぱり一番使って落ち着く、今年お世話になったのはこの子かなと思ってローズミルクティーで活かせていただきます。結構ね動画でも登場したかなと思うんですが、割と新しくね登場した新色でして、結構ね甘めで優しい柔らかいねミルクティーカラーが揃っておりまして、自然に漏れて引き算メイクがしやすいアイシャドウ。スクエアのパレットでラメとマット含めて全部で9色入っています。腕に出した感じ、発色はこんな感じです。結構ねナチュラルなベージュトーンのカラーで、一番明るいカラーもね私の大好きな白に近い色味で、ラメがね2色入っているんですけど、すごく上品なツヤ感の出るラメです。で青みのあるピンクだったり、ちょっとサーモンっぽいピンクも入っていたり、濃いカラーがね4色あるんですけど、これもね濃すぎないので、ブラウンでね肌の色がくすんでしまうなって方にもすごく使いやすいかなと思います。結構しっかりと青みに降ってるわけでもなく、オレンジがね強いわけでもないので、比較的どんなメイクだったり洋服にも合うアイテムなんですよ。なので今年の下半期は迷わずこれを手に取ってました。実際に塗ってみるとですね、色味はこんな感じです。これ一番真ん中のカラーですね。結構ね私くすみ系が肌に合わないんですけど、ちょっとねくすんでるカラーではあるんですけど、血色感もちゃんと出してくれるので、顔がね暗く見えない引き算アイシャドウかなと思います。結構単色でもねしっかりと陰影ができるので、もうこれだけでも可愛いんですよ。で一番下の真ん中の赤茶とかを使って下まぶたのまつげの生え際に濃い色を入れたりするとめちゃくちゃ漏れますよこれ。でこの目頭の下にも入れるじゃないですか。で一番右下のカラーで涙袋の影をこんな感じで描きまして、で一番明るいカラーを使って涙袋をぷっくりとさせる。本当にこれ一つでデカめが叶うので、で一番上のラメをまぶたの真ん中に入れてツヤ感出して、で真ん中にあるラメを目頭にのせて完成。涙袋の前側にも塗っても可愛いよ。はい、今こちらにローズミルクティーを塗ってみたんですがいかがでしょうか。本当にまぶたで茶を沸かしたような、ティーをね注いだような上品なんですけど華やかで甘さのある目元が完成するんです。結構元々のね目周りが木くすみしちゃってて、最近ね色素沈着気にしていたんですけど、そういったねくすんだ目元からもしっかりと発色してくれますし、本当にねこのアイシャドウはどんなリップだったりどんな洋服でも邪魔しないので、一応パーソナルカラー的にはねブルーベナズさんにおすすめのカラーみたいなんですが、程よくね血色感もあり色もね濃すぎないので挑戦しやすいかなと思います。このツヤが可愛いんだよな。このクラシックなコンセプトというか、もう雰囲気からも使っ
っててテンション上がりますし、これつけた日にはね、ティーをたしなむような上品なレディーになろうと丁寧な一日になったりもするので、ぜひとも使っていただきたいということで、アイシャドウ完成いたしました。いかがでしょうか。本当にね、私の肌にも合っててナチュラルで溶け込みやすい色味なんですが、しっかりとね血色感も出しつつ他のポイントメイクを邪魔しないので、まさにこれぞ引き算アイシャドウなんじゃないかなと思います。寒い冬にもねすごくぴったりなカラーだと思います。ぜひぜひ使ってみてください。さあ続いてですね、いつもだったらチーク部門を入れるんですが、今年チーク部門はございません。めちゃくちゃ悩んだんですけど、やっぱり正直に言うと今年もチフレしか使わなかったので、もちろんいろいろ使ってたんですけど、結局定番で毎日使ってて一番好きだったのはチフレだったんですよ。ちょっと血色をね出したいのでつけておきます。さあ続いては2020年ベストコスメマスカラ部門です。こちらヒロインメイクのロング&カールマスカラアドバンストフィルムのブラックでございます。上半期のねベストコスメにも入れたんですけど、やっぱり1年使ってこの子がね一番よくって、もうとうとうね久しぶりにマスカラを使い切るという。マスカラいろいろ浮気するのでね、なくなることなかったんですけど、もうほぼ使い切りました。なんでこの子がね良かったかというと、やっぱりオールラウンダー的に使いやすかった。はい、こちらですね、出してみるとこんな感じで結構ねしっかりと黒くって、一日中ねつけててもくすんだりグレーっぽくならないので、色持ちの良さもパーフェクトですし、こんな感じで繊維も入っているのでちゃんとボリューム感も出してくれます。ちょっと実際にね塗っていきたいと思います。もうまつげパーマが取れかけなんですけど、この子ってカールキープ力がすごいんですね。これ使うだけでちょっと上がるっていうね。あとダマダマにもならないし、ちょっと今カスカスになってきているんですけど、液体がねちゃんと残ってる時はすっごい束作りやすいんですよ。で、私細い束がね作るの苦手だったんですけど、一旦普通に塗るとこんな感じです。結構しっかりとボリューム感も出て長さも出てますよね。結構ねまつげを自由自在に操ることができるマスカラです。スーンと束感が作れちゃう。まつげ塗ってみました。この夏もですね、まつげパーマしてなくってもカールがね一日中キープされて、さらに発色がね真っ黒ではあるんですけど、重たさのある黒ではなく少し透明感のある黒なので、なんですけどくすまないです。この1年ねまつげメイクすごく助けられました。ボリュームというよりもねロング寄りのアイテムでして、このカールキープ力がずっと続くだけでなく、こんなにね可愛くってしっかりとまつげメイクできるのにお用地なんです。ちょっとこれに関してはね私から一つ、気になるところと言いますか、皆様にお伝えしたいところがですね、これお湯で落ちなくないですか？お湯落ちというのに惹かれてね購入したんですけど、正直お湯であんまり落ちにくいっていうところはありますけど、ガチガチのねウォータープルーフマスカラよりはちゃんと落ちるので、オフはね楽っちゃ楽ではあるんですけど、スルンと落ちるような簡単なオフはできなかったですね。それでもこれを使いたくなるぐらいカールキープ力がしっかりとありますし、普通に塗るとこんな感じなんですよ。束にしても可愛いし、普通塗りでも可愛いんですね。カールキープ力も発色もロングもボリュームも全てを兼ね備えている、すごく有名なアイテムではあるんですけど、今年初めて使って感動しましたね。下も塗っとこうかしら。ささんどうでしょうか？めっちゃ漏れるでしょ。結構ね束感まつげは今までいろんなマスカラで作ってきたんですけど、本当に細い束感まつげが作りやすいので、今時のねトレンドまつげが作りやすいアイテムでもあります。このカールがねなかなか取れませんので、使ったことない方はね使うとテンション上がると思います。ぜひねマスカラ悩んでる方はこちら使ってみてください。2024年ベストコスメアイライン部門がこちらです。リリミューのマルチフィットライナーの1番ギグルベージュでございます。めっちゃお世話になりました。こういう黒の目尻のラインとかもほんといつもと同じものを使ってるんですけど、今年お世話に、なったラインといえばこれですね。こちら名前の通りマルチで使えるライナーでして、今回ベスコスに入れたのがこちらのピンクカラーです。用途としてはリップライナーだったり目元にね使うことが多かったんですが、これをね一番どこに使ったかっていうと、ちょっともう塗っちゃってるんですけど、ここの三角ゾーンですね。私ここの三角ゾーンメイクが
が苦手だって動画でもよく言ってるんですけど、目の形もねあると思うんですが、ここの三角ゾーン塗るとなんか変にねくすみっぽく見えてしまったり、うまくいかないことが多かったんですけど、これ三角ゾーンメイクにめちゃくちゃ使えます。結構ここね暗いカラー入れがちなんですけど、このピンクを入れてみたところ自然にね血色感が出て、やっぱ粘膜色なのでここにも入れるとめちゃくちゃ可愛いんですよ。この目頭のギリギリのところですね、ここに入れると結構粘膜色の印象が強くなるので、目元がうるうるして見えるんですね。まさに守りたくなる顔になる。でさらにかなりねテクスチャーが滑らかなので、これリップライナーとしてもね使えるんですね。ほら結構ねちゃんと色つくんですよ。なので出先とかにこれ持ち歩いてると、細いのにリップのね輪郭も調整できるし、目元のね陰影感っていうのもお直しできるし、でさらにねここのほっぺた部分も軽くちょんちょんちょんって書いてぼかしてあげるとチークとしても使えるんですよ。もともとねチークを塗っていて、上からね重ねるとねより違和感なくなるので、これだけでチーク描いちゃうのはね少し線っぽさが出てね難しいんですけど、色をね付け足す分だったらこのペンシルでもできるんですね。なのでもう本当に持ち運ぶ血色ライナーみたいな感じ。もう出会ってからというもの、ポーチには絶対に入れてました。もう最悪ねもうリップ単体としても使えちゃいますし、汚い落ち方をしなくって本当にいつの間にか消えてる感じなので、本当に不快感がないです。スリムなねペンシルなんですけど、バッグのね奥底に入れても全然邪魔にならないので、結婚式とかパーティーとかバッグがね小さい時にでも助かると思うので、1個持っておくとね便利で活躍するアイテムなんじゃないかなと思います。アイライナーというかマルチライナーなんですけども、ぜひぜひ気になった方はお揃いにするしか。さあ続いてが2024年ベストコスメシェーディング&ハイライト部門です。こちらジュディドールのメリハリマスターパレットの01番でございます。皆様ご覧ください。底見えしました。もうなんか本当にね毎日使ってるもんだからさ、3年ぐらい使ってる気分だったんですけど、もっと前から使ってる気がするんですけど、全然今年出会ったばかりのほやほやの相棒でした。はい、こちらですね。もうシェーディングとハイライト一個一個でね部門作ろうかと思ったんですけど、結局これしか使ってないので、ほぼ毎日この子にねもうするしかないかなと思って入れさせていただきました。こんな感じでですね、シェーディングも明るいカラーと少し濃いカラー、ラメの入ってないハイライト、ラメの入っているツヤのハイライト、4つが入っているシェーディングハイライトパレットでして、今こちらに薄いシェーディングをのせているんですけど、もう正直カメラじゃあんまりわからないんじゃないかなというぐらいナチュラルな発色です。ちょっとねクールトーン寄りですかね、カラーは。今ここに塗ったんですけど、少しなんかここへこんでるように見えませんか？本当にね塗ってるかわからないんですけど、しっかりと影にしてくれるので、鼻筋とかナチュラルに骨格変えられるんですよ。でこちらに濃いカラーをのせていくんですが、赤みのカラーが入った濃いめのシェーディングなんですけど、こっちもこっちで塗ってるのかあんまわからないってぐらいナチュラルなんですけど、しっかりとね沈んで見えるので陰影が作れてますね。そして私が最も使うのがこのマットハイライト。ハイライトといってもですね、ラメが入ってないホワイトタイプのマットのパウダーって感じですかね。もう私のメイク動画では欠かせないアイテムなんですけど、ちょっとシェーディングにかぶせてのせますが、こんな感じで結構白いんですね。本当に去年ぐらいからマットハイライトの魅力に気づきまして、いろんなマットハイライトをね使ってきたんですけど、このジュディドールのこれがやっぱりすごくね肌に合っていて、バレずに高さを出して化粧崩れもしにくいので、でもこっちも使うんですよ。でちゃんとねラメが入っているハイライトはこんな感じで、ほんのりねピンクみかかったハイライトでして、光をねしっかりと集めてくれて、反射させて濡れ感をね出してくれるので、見てここだけ急に水分量上がったでしょ。でもね大粒のラメとかが入ってないのでギラつき感がない、自然に肌に濡れ感が出て水分量が上がって見える、そんなハイライト。鼻筋にはね薄いシェーディングを使うんですが、もう本当にこのシェーディングの色もめちゃくちゃナチュラルなので、結構しっかりめに塗ってもねバレないんですよね。どうです？薄いカラーでもこんなに鼻筋が通りました。でこの上からマットのハイライトで鼻筋を通すんですね。スーンとするとね、もともと曲がってる鼻ですが、こんなまっすぐして見えるんですよ。鼻が矯正できちゃう。で一番濃いカラーといってもね、濃さはそこまで変わらなくて、ちょっと赤茶っぽさがあるので、ここのね輪郭のライン、顔全体に入れる時に使うようにしています。
やっぱちょっとピンクっぽさのあるシェーディングっていうのは肌に馴染みやすいので、これもね豪快に塗ってもあんまりバレない。シェーディング塗るとこんな感じで、マットハイライトをですね、ここの鼻横ですね、もう私これ入れないと外出れないってぐらいマットハイライト命なんですけども、これがすごい自然になるの。ここにねマットハイライト入れるだけで、本来ね鼻横少しくぼんではいるんですけど、ここ高さが出て張り感が出ることによって中顔面の凹凸感がなくなりの肌がねふっくらとして見えて若返るんですよ。今ここに塗ってるんですけど、どうでしょう。やっぱりここの T ゾーンとここの鼻横部分、鼻横でプラスこの顎の真ん中、ここのね4つの箇所が前にねポコッと出て見えると、全体的に顔面のバランスがすごくよく綺麗に見えるので、これがね綺麗にのって崩れにくいっていうのがやっぱジュディドールの良さですね。でマットハイライトはねツヤ感は出ないので、ちゃんとねパールが入っているハイライトをねここの頬に入れるんですが、めちゃくちゃツヤ自然でしょ。こっち何も塗ってない方で塗るとこんな感じ。これツヤがねすごい上品なんで、ギラつきのないハイライトですね。質感はね割とサラッとしているんですけど、塗ったところはすごい水分量上がって見えるので、魔法みたいなアイテムですね。これも朝のメイクも時短になりますし、ちょっとね久しぶりに底見えするぐらい使って嬉しいです。やっぱり日々いろんなコスメを使うのでね、なかなか底見ることができないんですけど、やっぱこうやってね底が見えた時ってすごく嬉しいですね。まあハイライト一番使ってるんですけど、全部割とまんべんなく使ってますので、ちょっと全部底見えを狙って使いたいなと思います。さあ続いてがラストのアイテム、2024年ベストコスメリップ部門はこちら、ヒンスのローグロイジェルティントの4番フィーバーでございます。おめでとうございます。これもね下半期結構ギリギリで出会ったアイテムなんですけど、よかったリップをグーンとね、これまたねティント苦手な私の心をわしづかみにした、マジで取れなくないこれ。もう最近は飲み会リップとも別名がついて話題になっているアイテムなんですけれども、まずカラー出しますね。私が使っているカラーは結構ポップで蛍光っぽく手のなんだけどめちゃくちゃ血色感よく見えて馴染みやすいカラーなんですが、ちょっとこれだけじゃねマジで可愛さ伝わらないと思うので、もう早速唇に塗らせてください。でもわかるかな、このすごいフィットする感じ、吸い付く感じするんですけど、そんなね私は乾燥気にならなかった。まずは一塗りしていきます。もううるうるじゃない。でこうやってまず塗るじゃないですか。でこのまま唇を重ねずに10秒待ちます。10秒待って唇を重ねるとこのツヤっていうのが長時間保たれるので、もう経ったでしょさすがに。で私はなるべくもう10秒20秒と重ねずに上の唇も塗っていきます。重さはなくって軽いです。軽いんですけどティントなんです。こんな感じで塗るやん。で10秒待ちまして、ある程度時間が経ったら重ねる。でも重ねるのもほんと1回2回とかあんまり重ねない。するとこんな感じでティントなのにこのツヤ感いかがでしょうか。美しくありませんか。マジで可愛くない？私もともとね唇がかなり弱いので、ティント系だとね乾燥してから荒れがちだったので、基本的に口紅を使うことが多かったんですが、これに出会ってからというもの、重さがないティント特有の乾燥も感じにくい。でさらに結構ね唇の内側だけ色つくって方いらっしゃるかなと思うんですけど、これそれしないんですよ。本当にルージュかなって思うぐらいしっかりと唇の上に色がのりますし、こういうね明るいカラーとかだと元のね唇の色が濃い場合あんまりうまくね発色しなかったりすることがあるんですが、ご覧の通り元から唇がねちょっと青くて濃い私でも見たまま発色でしっかりと明るく色がのるんですね。なのでマジで血色がすっごいよく見えるんで、ちょっとまだね1色しか持っていないんですけど、これを機にね増やしたいなと思います。結構お酒飲んだりするとさ、唇の色が結構荒れ果てて血色もなくなって、トイレに行って鏡で確認した時に絶望感を感じるんですが、これつけてるとね本当にお酒飲んでトイレに行って顔見ても絶望感感じません。リップをね持って息忘れてもそこまでショックを受けないってぐらい持ちがいいので、これもね汚い落ち方しません。やっぱ乾燥しにくいっていうのもあるので、ティント界の中では比較的乾燥しにくいっていうのがあるので、いつの間にかなんか薄くなってるなっていう落ち方かなと私は思います。結構ねむっちりとツヤ感があるんですが、重たくなくしっかりと唇に吸い付くようなティントなので、ティント苦手さんにも使っていただきたいし、唇にうまく色が乗らないよって方にもおすすめしたいアイテムです。これはねベスコス入れてる方多いんじゃないかなと私も予測します。というわけで以上、な
なんかちょっと寂しいかも。2024年のベスコス発表してきたんですけれども、いかがでしたか？予測は当たりましたかね？どれもねやっぱりお気に入りで動画でねたびたび登場するものだったので、なんかね見たことあるなとかお揃いにした方もいるかもしれません。もうほぼほぼこれが毎日メイク、総合的な毎日メイクみたいなものなので、年末はねやっぱり1年頑張った自分へのご褒美としてお買い物する方も多いかなと思うので、ぜひぜひコスメ選びの参考にしてみてください。それでは今日はこの辺にしておきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。